今染液がね2回分できてますので半分ぐらい今来ています、ね、寸胴で。で、小さいものとかね染めるんでしたら、1回でもいいしお鍋の大きさに合わせてですけれども、今日はこちらを染めようと思います。ちょっとお洋服ですけど、このね私が今着てるこれと同じ、はい、これね実はこうお客様からちょっとご注文がありまして、でイメージ的にサルスベリだなと思って、でちょっと今日こちらをね染めてみたいと思いますので、はい、じゃあ、これをぬるま湯でタンパク処理をもうしてますので、乾いた状態なので乾いたとこがないぐらいね全部水に浸します。ぬるま湯の方がね水がね水よりも浸水っていうかな、染み込みやすいので若干ぬるま湯で溜めた水でもいいですので、溜めたお湯かでもいいですので、とにかく乾いたとこがないように。わかりますか？意外とねこの作業大事なんですよ。乾いてるとことほら、濡れてるとこの差ができると染めのね色にも差ができてしまうので、意外とちょっと時間かけてでも水は染み込ました方がいいと思います。なんでいっぱい失敗してますので経験からですけど。はい、こんな感じですね。で、ちょっと緩い感じで今絞りました。で、サルスベリの染液に入れていきます。広げて、これねお洋服もう着なくなったお洋服をね重ね染めしてもいいですよね。で私は意外とねこうやって逆さに入れたりします。よいしょ。スーッとね。でちょっと屏風畳みでスーッとしてポトッと落とします。で、全体に染み込ませるように布を沈ませて、それから火をつけましょうかね。よいしょ。結構大きいのでね、体力がいりますけど、よいしょ。ここからはねもう染液の中にお洋服入れましたので、小さいの火でこうゆっくりとじわーっと入れていきたいと思います。多分ねその方が本当にあまり失敗もせずね入っていきますので、もうやわりゆらりとこうお箸でねこうゆったりしながらここから進めていきたいと思います。見てください、こんな感じで。そうね、このゆらゆらしてるのがまたほら気持ちいいですもんね。ね、もうなんかこうサルスベリの液の中に入っていきそうなね感じで、もうここから小さな火でねゆっくり、
煎じて、染めていきますので、もうだいたいこんな感じでゆらゆらした後20分ぐらいこんな感じで様子を見てください。今ね20分経ちましたので、火を止めます。で、ちょっとお洋服上げますね。ちょっとね熱いので先の方よいしょ。こんな感じですね。こちらを今から焙煎していきます。今ねちょうど水を張ってますので、ここで焙煎しますね。今こんな感じですよね。でこの中にすごい成分が潜んでて、でサルスベリの時私は鉄を使います。でどうなるかねやってみながら、やってみましょう。キャップ1杯ぐらい入れます。鉄焙煎液いろいろ作り方とか今動画とかでもありますので、釘とかでもねできますのでね、入れました。そしてよいしょ、お洋服をゆっくり入れていきましょうかね。暑いですのでね、本当は手袋とかお箸でした方がいいんですけど、ちょっとこう冷めてから手で入れたくて手でね入れるっていうのは広げたいんですよね。ちょっと広げてみたいので、お洋服の場合ってねこう折りたたんだりいろいろしてますので、できるだけ焙煎の時も広げて入れたいので、ちょっとね粗熱が冷めてからでもいいと思いますので、もしくは手袋して、手袋がなくてすいません手袋がね今なくてね、よいしょ、ちょっとこう広げてよいしょ、入れてみますね。ゆっくりじわーっと下ろして、途中からちょっと屏風畳みで入れていきます。で早いうちにね全体の布がまんべんなく染み込むように液の中でちょっとこう広げてください。特にこういう糸の縫い目のところとかは意外と入りにくいので、よくこうちょっと揉み込んであげて、もう焙煎ってねアクとか、この鉄もそうですけど安全なものですので、素手でもいいし、もしくはお箸でもいいし、手袋でもいいので、意外とこういう縫い目のところを染み込ましてあげて。できるだけこう広げた状態で使って、全体に使って浮いてるところもちょっとこう全部つくような感じでね、よいしょ、ちょっと空気出してあげたりしながら、沈みましたよね。これで20分ほど置きます。わかります？でもこういうほら変わりましたね。綺麗でしょ。このねサルスベリの何がすごいって、こういうね黒の方に寄せる時の発色っていうんかな、こういうグレーとかグレーを重ねて黒にする時にすっごい優秀なんですよ。普通ね黒とかグレーって黒とか作りにくいんですよね、染めって。
黒っていろんな色が入ってるじゃないですか。例えば絵の具とかいろいろありますよね。あんな中にもいろんな粒々が寄せ集まって黒になってると思うんですけど、染色っていうかこう染めの中でも黒って本当難しくって、ヤシャブシとか分かります？山手の方にあるね、そういう実を取りに行ったりとかいろいろあるんですけど、身近なもので作りやすいのってやっぱサルスベリなんですよ。はい。でこれを何回も重ねて鉄分をね、サルスベリをまた染め重ねたりすることで黒がずっと深まっていきますので、今日はもう本当にグレーっぽく仕上げたいので、このぐらいですけど、本当に黒に近いのを作りたい時もうこのサルスベリだったらほら身近にあるじゃないですか。で材料もあるし本当に優秀なんです。なんていうの、ズボンとか、ね、あとすごい汚れちゃったもの、いろいろ長年着て汚れがひどいものとか、そういうのもこういうグレーとか黒系に染め重ねることで、もう蘇りますので、すごい素敵なグレーになります。とにかく優秀なんですはい、優秀です。っていうか私はもう本当にサルスベリがね近くにいてくれてよかったとかっていつも思って、はい、意外と夏の間に結構伸びるので剪定してもね、あんまり怒られないというかね、逆に喜ばれるというか、持ってってって感じで結構大量にいただくんですよ。そうするともう保存も効きますので、買った枝もう結構大きいのもありますけど、完全に乾燥して冬の間それで染めたりします。そしたら今15分経つかな、20分してもいいんですけど、ちょっと早めに揚げたいなと思う時は焙煎の時間を短くして大丈夫です。なのでもうそろそろ揚げたいなと思いますので、このぐらいに今、なるほど。あんまり濃くしたくないという時は、早めに揚げて大丈夫ですので、はい。でもう時が経ってしまうとじわーって濃くなるのでね。で私は今日はもうこのぐらいで、はい、一旦ちょっとゆるく絞ってで染液に戻します。また広げてね、もうイメージがねだいぶ変わりましたでしょ。ね、最初からすると相当変わりました。かっこいいですよね。で染液に落としていきます。またゆっくり落としてストンと落とします。で私はもうここからねまたお箸を変えてます。なるほど。鉄焙煎のね鉄が染み込みますので、意外と影響を受けやすいですのでね、いつもはアクとかいつもは明板とかね、そういう、鉄以外のものと鉄のものってお箸とかつまむものって分けた方が、あと手袋も、意外とちょっとしたのが残ってて影響がブワッて出るんですよ。結構後からっていうのが意外とあるので、で、火をつけますね。よいしょ。もう最後は小さくしましょうか。すごく小さくしました。もう最後ね、ここから仕上げに入りますので、小さいのでゆっくり。でここに戻した後もじわーってやっぱり濃さも上がっていきますので、あんまり濃くしたくない場合は意外ともう早めに揚げても大丈夫です。
特に鉄って今少量しか入れてないですけど、ここの焙煎の時と戻した時とまたすごい、ああ、なるほここからさらにこう加速していく場合がありますので、ちょっとこう本当に様子見ながら今日は意外とねこの気温もあってか濃くなるのが早いですから、まあ、5分ぐらいとかもう早めぐらいでちょっとこう揚げようと思います。で一旦火を切ってよいしょ。もうさっき焙煎機入れる前よりやっぱり濃くなってますよね。ど。深みが。なのでこれをよいしょすすいで本当に一瞬でしたけど早かった。ちょっと長いね。こんな感じでちょっと紫がかってわかんないけど、それで脱水して出来上がりです。どうでしょうか。今脱水をしましたので押しましょうかね。また外の明かりから見るとグレーとまた違ってこう違うですね。なんていうのかな、なんていうのかな、この茶系。まあでも根津色には根津色ですよね。ネズミの色に近いちょっと赤茶系かな。まあねサルスベリも取る場所とかね種類とかいろいろ時期とかによっていろいろ変わりますけど、今回はねこんな感じで優しい感じの色ができました。これで可愛いよね。はい。まあでもねいいですね、優しい色で。お洋服なんでねちょっとパンとして。はい。こんな感じで踊ってる。仕上がりました。いかがでしょうか。ね、サルスベリ今の時期ね、もうそろそろ、なんだろう、お花がね終わりかけたらぜひねちょっと採取して、はい、保存したり染めたりよかったらやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。